この日はスイスからミラノに来ました。ここからはジュリアンおすすめコースで行きます。ナビリ運河に来ました。ただ運河沿いが綺麗。藻がいっぱい浮いてて綺麗な運河とは言えないけど、オープンテラスがいっぱいあっていい感じ。すごい長いアーケード。いい感じのレストランにやっと着きました。喉からパスタ食べた。普通だった。いいエリア。みんな川岸に座って飲んだりしてる。ここだけの話、一人が寂しい。この道結構足つきマッサージみたいな安い靴履いてるからさ、10ポンドで買った。かわいそう。だからかここがめっちゃ薄いからめっちゃ足つぼ。すごい綺麗じゃない？建物も綺麗だし、門が見えてきました。ジュリアおすすめポイント。おー、めっちゃ押してる。なんかナポレオンが誰かに命じて作らせたみたいな感じのもんだったな。カリスマ的な人だったっていうことは分かるし、でも残虐的な人だってことも分かるから怯えて作ったに違いない。中がすごい。お花かな。でかい。こっちは？あ、こっち押してる人いないんだ。さっきの押してる人、なんで押してんだろう。なんか眼鏡してる。馬に乗ってる人やってきた。かっこいい。スペルチェス工場。合ってんのかな。スペルチェス工場。ルネサンス期に建てられたって書いてあるね。ルネサンス期っていつ？ミケランジェロとか、ミケランジェロのダビデの像があるとかって書いてたかな。ミケランジェロのロンダニーニのピエタがあるみたい。ピエタも4種類くらいあるけど、これが最後の作品で失明しながら作った作品みたい。レオナルド・ダ・ヴィンチの未完成の壁画も見れるみたい。ミケランジェロがどんな人かも私はよくわかんないんだけど、ミケランジェロはイタリアルネサンス期の芸術家で、彫刻が有名だけど絵画とか、建築家、詩人、社会活動家としてもとっても有名で、天才とは何かわからない人はミケランジェロを見よと言われるくらい天才だったらしい。めっちゃ長生きだよね。レオナルド・ダ・ヴィンチもまたイタリアのルネサンス期を代表する芸術家で、モナリザとか最後の晩餐は言わずもがな名作だよね。ネットで調べてたらレオナルド・ダ・ヴィンチパーフェクト・ヒューマンっていうのが出てきたさ。中田かよ。そう言われるゆえんは、芸術家、画家、博学者。って感じで、芸術家としてだけじゃなくてめっちゃ頭よくっていろんな分野に顕著な業績を残したらしい。これは本当にすごかった。
ただの建物じゃなくて至る所に石像がいっぱいあって数えきれないぐらい、調べてみたら3500体もいるみたい。ポーズとか表情とかまで全部違うんだって。こんな作りが本当にすごい。中も素晴らしいステンドグラスとかテラスもあって中入れるみたいなんだけど、この日は無料コンサートがやってて中には入れませんでした。世界最大級のゴシック建築なんだって。ゴシック建築って何さ？ゴシック建築は中世の建築様式です。中世ではロマネスク建築とゴシック建築っていう建築が生まれて、この2つはとっても対照的でした。ロマネスク建築は火災とか天災に強いように天井まで石材を用いた建築様式。材料が石で重いので重みに耐えるために分厚い壁だったり窓も小さいのが特徴。材料が重いから中を広くできなくて狭いし、窓も小さいので暗い作りだったようです。一方ゴシック建築はアーチの構造で天井の重みを逃がす構造が作れるようになったらしい。だから石材を支えるための厚い壁が不要になって、大きい窓、ステンドグラスとか高い天井が特徴的な建築様式です。だからスラッと高く伸びて光がたくさん注ぎ込む開放的な建築物っていうところが特徴らしい。ロマネスクとゴシックを比べてみたよ。ロマネスクは主に修道士のために存在していました。中世の教会は今よりももっと厳格な存在で、教会も僻地に建てられていて、絵画とか彫刻など楽しむような装飾物はほとんどなく、修道士たちは活動にこういう建物で勤しみました。一方ゴシック建築は市民のために存在していました。この頃の背景として農業改革があって、農業を行う人のマンパワーの需要が減って失業する人が増える。だから慣れない都市部に出てきて労働しなきゃいけなかったことがストレスになって、キリスト教に救いを求める人が多くなって、そのために大規模な教会が必要になって、ゴシック建築の教会がいっぱい建てられたみたいです。重ね重ねになっちゃうけど、内部も対照的で、ロマネスク建築は狭くて暗くって、ゴシック建築はスラッと高く伸びて光がたくさん注ぎ込む開放的な作りでした。次回も雨にも負けず観光していきます。Thanks for watching this video. If you like it, thumbs up, subscribe, and share it with your friends. Cheers!